はい、こんにちは。画家の大塚明則です。今回は前回のボンフレスコの続きですね。1日目のジョルナータを仕上げていこうと思います。まずはジョルナータをどこで区切るかを決めます。で、決めるポイントとしては、1日でできる範囲っていうことと、切り取る作業が鋭利に細かく切ることが難しいので、緩やかな曲線の範囲内で決めること。で、あと、アウトラインとか輪郭線の上で切り取った方が目立たないので、それができるようだったらその方がいいですね。あと、ジョルナータの1日目、2日目とかの順番ですけど、右利きの方は左上からっていうのが基本になります。小さい絵だとね、逆さにしたりとかできるんですけど、これが、壁画とかだと逆さとかにできないので、基本上から作業することになります。なので、右利きの人は、左上からジョルナータを仕上げていくということになります。これがもしね、下からやってしまうと、上げて、下を仕上げて、で、今度上をやろうとするときに、下に垂れてきたりとかして、下の壁に色合いとかにも影響が出てしまうので、これが壁面の場合には、上からというのを極力守ってください。なので、空弟子の顔は2日目とかにして、もう色鉛筆ので線引っ張ろうと思います。で、この台座はやろうかな。台座をやって、で、こっち側も、ここ、細かく鋭利なところがちょっと難しいので、もうこうやっちゃいます。色鉛筆で線引きましたが、赤茶の線の時に赤茶とは別の色、イエローカーとかそういったので、筆でライン拾っても大丈夫です。この台座の上にレース何もしてないですけど、本来は下書きの時に炎を書いてあります。スポルベロの点々がね、ちょっと邪魔だなと思うので、そこは何もせずに済ましました。ではマルタを塗っていこうと思います。このシノピアの字にね、水を染み込ませていきます。最初のラスカットの字は水染み込まない字でしたけど、今回のマルタはちゃんと水が染み込んでくれるんで、ちゃんと水を染み込ませてあげましょう。で、入門編でやったように、表面に水が浮いてきちゃってね、水のテカテカした光がずっと出てると、水のやりすぎ。で、水が染み込むうちはできるだけね、水は染み込ませてあげてください。で、その1日目のやる範囲より少し広い範囲をやってあげるつもりでいいかなと思います。では、水を塗り終わったので、マルタを塗っていきます。で、入門編と同じ二度塗り一層でやるんですけど、少し均一に塗るためのコツみたいなのがありまして、どうしてもこの切り口の端っこに行くほど薄くなりがちに仕上がりやすいんですよね。なので、ジョルナータ切ったラインよりもう5センチとか、そのぐらいをオーバーして丸太を盛ります。で、その後、周囲を塗ります。で、この真ん中がちょっとまだ何もしてないプールみたいな形をしてから中ほどを塗っていきます。今一通りで塗り終わりましたら2度塗り目に入ります。やり方はさっきと同じような感じで2度塗り目をしてください。はい、で2度塗り目が一通り済んだんで、できるだけ平らになるようにしたいと思います。ひご手で慣らして、で、あとは表面を自分がどのぐらいの字に描きたいか、ザラザラに描きたいんだったらこのひご手の雰囲気のまま
書いてもいいですし、ツルツルしたいんだったら金属の金ごてで押さえたりとかすることになります。で、僕はじゃあ、この金属のコテで押さえようと思います。で、入門に出たようにね、あんまり金属のコテで押さえすぎると水気が上がってきて、ビシャビシャとしてしまうので、適度なところで、押さえてあげるといいと思います。はい。で、少しね、丸太が柔らかいので、ちょっと水気が引いてからトレスの方をしていこうと思います。はい。で、丸太の状態がかけるような状態になったので、またトレースしに行こうと思います。で、今僕ここ下に台を置いて斜めにしてるんですけど、真っ平らなところに置くと、表面にカルサイト、要は固まる成分がコーティングしたみたいに溜まっちゃうんですよね。で、そうなるとちょっと絵の具を弾きやすいんですよね。定着しづらいことになってしまうんで、ちょっとね、枕を置いて斜めにしてあげると、ちょっとそういったのを回避できるんで、そのようにしてあげられるといいです。で、よいしょ。下図をまた垂らして、で、今度トレースは、最初はライトレッド、赤茶でやりましたけど、ライトレッドは色がちょっと強すぎて、本番のね、色とかに影響強いんで、今度はイエローカーでスポルベラをやっていこうと思います。はい、よいしょ。で、点が、また、ちゃんとついたので、これで彩色をしていこうと思います。また、アウトラインとかやったりとかするのは、もう人それぞれの絵の雰囲気に合わせてでいいと思うので、まあ、線を引かなかったりしてもいいし、線を引いてやったりしてもいいと思います。はい。で、ちょっと重要なことがありまして、こういった広い背景をジョルナータがまたぐ場合、僕ここら辺で確か切ったと思うんですけど、ジョルナータがまたぐ場合って、次の日も同じ色を使わないと色の差が出てしまうんですよね。なので、絵の具出したまま単色だったら、原色のままだったら、そんなに気にしなくても大丈夫ですけど、混色で作った色とかは、初日で使ったやつって、次の日も残ってるようにしてあげる方がいいです。あとフレスコ画は乾いたら絵の具が濡れた色から乾いた色に戻るんですよね。油とか水彩は濡れたままの色で大体は残ってくれますけど、日本画とかね、フレスコ画は乾いたら顔料が元の乾いた色に近くなってしまうんで、そこら辺の予測も立てながら色塗りをしてあげないといけないっていうのがあります。もう一つ、注意事項として、僕このカラー知識をちょっと青っぽく描こうと思ってるんですけど、一応切り取って次回の作業範囲ではあるんですけど、色は塗ってください。これや、一応、理由がありまして、ここ後で切り取るんですけど、次丸太塗って、新しく丸太塗ったところを塗るんですけど、もし、今日ここを塗らないで切り取って丸太を次に塗った時に前回の丸太との間にちょっと隙間ができてしまったりしたら、そこが前回の丸太の部分が見えてるっていう箇所でしたらもうそこは基本的には色はつかないんで白い隙間ができてしまうんですよね。そうならないようにやっぱり予定の作業範囲よりは広く塗ってあげた方がいいです。ジョルナータを切る作業に行きます。まだ、今日の作業を描くつもりでいます。ただ、ジョルナータ切る作業は、今日の作業特に終えてなくても、切り取りに入って大丈夫です。ある程度ね、丸太が硬くなってくれれば OK です。切り取った後、また作業しようかなと思います。切る作業が、翌日とかにはならない方がいいです。丸太が完璧に硬くなってしまうと、切り口がボロボロと結構ギザギザになりやすいんですよね。なので少し丸太が柔らかい方が切り取る作業が切り口が綺麗なのでその日のうちに切り取った方がいいです。
で、やり方なんですが、まず固定で切るところをうっすら跡つけちゃいます。カリカリカリっと。で、跡をつけたら今度は切り口に向かって掘っていく感じで、丸太を外側にかき立つ感じで、持ってってください。こうやらないように気をつけてくださいね。こうやると思いのほかコテがいってしまって余分なところを切る羽目になってしまうので、手前からジョルナータの線に向かって進む感じでやってください。で、ある程度進みましたら、切り口の断面が斜めになるような感じで切り取っていきます。まっすぐ真下にコテを下ろすんじゃなくて、斜めにする感じで、斜め45度より少し急な感じで切り取ると後々楽です。次の日のジョルナータをつなげるのに楽です。この斜めにする理由は次回つなげるときに説明しようと思います。細かく鋭利に切り取りづらいっていうのはやっぱコテがどうしても入りづらかったりとかするんですよね。なので他の道具とか駆使すれば時間かければ切り取れるんですけど、結構大変ですね。そこら辺はその自分のできる範囲でというかで切り取る時に結構ボロボロとものが出てくるんですけど、このボロボロとしたやつが完成した絵の方に行かないようにできるだけ気をつけてください。白い跡とかがねついちゃいますのでね。今一通り余分なやつは書き出した後、今度この断面をギュッとちょっと押さえてください。そうするとデコボコした感じがなくなる綺麗な断面になってくれるんで。で断面を整え終わったらとりあえずは切り取る作業は終わりで、あとは絵の方をねまた描き続けたかったらもう少し描いたりとかして終わりになります。では今回はこれまでになろうと思います。またよろしかったらチャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。